皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。本日は3代目のアリスである私が担当させていただきます。こんにちは。この声は VC クライアントで変換している声です。2代目アリスのような綺麗な声にはまだなっていませんが、今回はこの調子でやっていきますのでお付き合いください。雪はこのままです。そしてアリスのアバターですが、 Vroid ハブでソルビさんという方が配布してくださっている魔女コスバージョンのアバターを使わせていただいております。かわいいですね。それでは早速今日の話題に入っていきましょう。今流れている動画はピカアートというサービスを使って生成した動画になります。非常に綺麗に画面が動いていると思うのですが、これは AI が自動で生成してくれたアニメーションになります。動画見て歌も聞いてね。本日はこのピカアートの使い方、そしてどのような画像ができるのかというのを一緒に見ていきたいなと思います。楽しみですね。そして最後には今まで私が動画の中で紹介してきたステーブルビデオディフュージョンとか、あとアニメイト GIF なんかと画像の違いを比べていきたいと思います。結構このピカアート面白いのでぜひ使ってみてください。ピカアートの使い方ですが、今ご覧になっているホームページから Google か Discord でログインすると使えるようになります。今まではログインした後に待機リストに入ってかなり長い間待つ必要があったのですが、12月26日ぐらいから誰でも使えるようになりましたので、皆さんぜひ使ってみてください。ホームページのリンクは概要欄に載せておきます。それも完全無料で使えますので、ぜひ皆さん試してほしいなと思います。無料で使い放題はありがたいですね。それでは早速使い方の方を見ていきましょう。今お見せしているのが私のピカアートのサイトになります。もうたくさんの動画を作っていますので、このように画像で埋め尽くされていますが、基本的に使い方は非常に簡単です。とってもわかりやすい画面でしたね。一つ目の使い方でテキストからビデオを作成するテキストトゥビデオですが、この Describe Your Story というところにテキストを書いていくと画像を生成してくれます。今回はまず Photo of a Girl in Forest ということで、森の中にいる女性というプロンプトを書いて生成していきたいと思います。これが出来上がった画像ですが、どうでしょうか。あまり動きは大きくないですが、とても綺麗な画像ができていることがわかると思います。そして今はただストーリー、プロンプトを書いて動画を生成しただけです。動画の生成はこの星のボタンになりますが、動画を生成していただけですが、さらにいろいろな使い方をすることができます。ここに3つ、ビデオオプションズ、そしてモーションコントロール、パラメーターズという3つの項目があります。まずビデオオプションですけれども、ここでアスペクト比、画像のサイズ、比率を選択することができます。一般的には16対9、横長を使うことが多いですが、縦長の9対16を使って YouTube ショートの動画を作ることもできますし、1対1の Instagram の動画を作ることもできます。そしてこれはフレームの数ですね。1秒間に動くフレームの数ですが、デフォルトは24になっています。これを減らすこともできますが、減らしてみても動画の生成時間や、あと出来上がる動画の長さが変わるわけではなかったので、24のままでいいと思います。このピカアートの動画は基本的には3秒の動画が生成されます。そしてモーションコントロールではパン、平行移動ですね。左右に平行移動したり、そして上下に平行移動したり、回転したり、拡大縮小したりすることができます。あと動画の動きの大きさを変えたければ0から4まで選択することができます。デフォルトでは1になっていますね。そしてパラメーターの方ではシード値を入力することができますので、シード値を固定して画像を比較することもできますし、あとネガティブプロンプトですね。ステーブルディフュージョンを使っている方ではおなじみのネガティブプロンプトを入力することができます。入力しなくても十分綺麗な画像ができますので、基本的には画質というよりは書いてほしくないもの、動かしてほしくないものというオブジェクトを書くと良いかもしれません。そして最後がテキストがどのくらい反映されるかというものですね。ステーブルディフュージョンでいう CFG スケールのようなものでしょうか。これによってこのプロンプトによる影響度を変えることができるようです。そして次の使い方ですが、イメージやビデオを使ってそれを変換することができます。まずイメージを見ていきましょう。まず何かのイメージをですね、ここにドラッグ&ドロップするとこのように取り込まれますので、それに加えて
何か文字を打ってもいいですし、打たなくても OK ですので、ジェネレートボタンを押すと動画が生成されます。入力した動画が動くというような形ですね。これはステーブルビデオディフュージョンと同じような使い方になります。こちらが入力した画像になります。とても綺麗な画像ですね。そしてこれがピカアートで生成した動画になります。非常に綺麗な動きの動画ができていると思います。少しズームアップしながら、手に持っているオーブがキラキラと光っていますね。ちなみに右下のピカというウォーターマークは今のところ消すことができません。将来的には有料プランが出て、このウォーターマークを消すというオプションが出てくるのでしょうか。次に動画のパラメータを変えてどのような動画ができるかを見ていきましょう。一番気になるのがこのストレングスオブモーションですが、こちらは先ほどお見せした動画ですが、こちらはデフォルトのストレングスオブモーション1の動画になります。シード値を固定してプロンプトの設定も同じで、ストレングスオブモーション4で動画を生成してみましょう。出来上がった動画がこちらになります。動画自体は非常によく動いていて、とてもいいですね。ただ、先ほどは実写系の画像でしたが、こちらは 3DCG 系に変わりましたので、ストレングスオブモーションを変えると動画自体が変わってしまうことは分かりました。でもこのアニメーションは私はすごく好きです。ディズニー映画のワンシーンみたい。そうですね。とても綺麗に動いてくれて、すごくいいアニメーションですね。どうもこのピカアートは 3DCG 系が得意なのかもしれません。そしてイメージ2ビデオの方も見ていきましょう。こちらも先ほどお見せした動画ですが、こちらはカメラコントロールを使って、ズームのプラスにチェックを入れていきましょう。そして出来上がった動画がこちらになります。元画像に少しズームがかかっていたので、それが上乗せされたという感じでしょうか。かなり大きく動きましたね。そうですね。動きが大きかったですね。そして次にストレングスオブモーションを4にしてみます。その動画がこちらになりますが、こちらの方はちょっと画像が破綻してしまいましたね。女の子の動きがとても大きくなったのですが、画像が荒くて破綻しています。イメージ2ビデオの時はあまりストレングスオブモーションを強くしない方がいいかもしれませんね。そしてイメージ2ビデオの時もプロンプトを追加して画像を変えることができます。プロンプトにエクスプロージョン、爆発を入れて生成した画像がこちらになります。ちょっと爆発はしませんでしたが、メラメラと燃えているような動画が生成されましたね。そうですね。ドカーンと爆発してほしかったのですが、メラメラでしたね。プロンプトを追加していろいろな動きをつけるのも面白いかもしれません。次に出来上がった動画の長さを伸ばすことができます。ここの点々点をクリックすると、Add 4S、4秒追加ということができます。4秒追加してみましょう。この Add 4S を選択すると、下の生成画面の欄に Add 4S というボックスができますので、これが入った状態で画像生成ボタンを押すと、動画が4秒延長します。こちらが7秒になった動画ですが、結構綺麗に動いていますね。途中から手に持ったオーブがピカーッと光るような動画になりました。そして気に入ったらさらに4秒追加して合計11秒にすることもできます。どんどん長くして、どれだけでも動画を長くすることができます。ただ、よく見るとですね、最初に入れた動画、最初の3秒ぐらいは元の動画と同じでとても綺麗なのですが、次の4秒、そしてまた次の4秒に行くにつれて、画質がちょっと悪くなってしまっているのがわかると思います。最後はかなりぼやーっとしていますね。そうですね。そしてこの後アップスケールすることもできます。またここの点々点のところをクリックするとアップスケールを選択できますので、ここでアップスケールを選択するとそのまま動画のアップスケールが始まります。こちらがアップスケールした画像になりますが、少し画像が良くなったでしょうか。期待したほどは綺麗になりませんでしたね。そうですね。ステーブルディフュージョンなんかでハイルズフィックスで拡大した場合とはちょっと違うようですね。いろいろと使っていると分かったこととしては、動画を延長するときに 3DCG 系やアニメ系は結構綺麗になるのですが、実写系を選んだ場合は少し注意が必要です。一つ例をお見せします。こちらは X でも投稿したものなのですが、この綺麗な女性、
これはステーブルディフュージョンで生成した女性の画像ですが、その画像をもとにイメージ2ビデオで動画にしたものです。ここから4秒追加した動画がこちらになります。このくしゃみしたようなところで4秒追加したところの動画に変わっているのですが、明らかに顔が変わってしまっていますね。この3秒までは綺麗で、この4秒のところで急に顔が変わっているのがわかると思います。この動画の延長で元の画像と同じような画質で延長するのは今のところ難しいようですね。ただアニメ系なんかは結構面白い効果が期待できることもあります。こちらは3秒の動画生成でできたものですが、これも以前に X に投稿していますが、紅白 AI 合戦を盛り上げるために作った動画になります。これを4秒追加するとこのようになります。この4秒追加の後に急にトラさんがこちらを向くような動画になりました。何か鳥に変なことを言われて驚いているようなアニメーションになりましたね。とても面白い効果が出ましたね。ホワイトタイガーのはずが、振り向いた後に顔の一部が普通の虎の色になっちゃってますね。そうですね。顔の色が変わっちゃいましたね。それでは次に違う使い方を見ていきましょう。次に見ていくのはビデオを編集するビデオトゥビデオですね。手持ちのビデオを取り込むこともできますし、今までにピカで生成した動画を編集することができます。今回はピカで生成したこの動画を少し編集してみましょう。編集の方法ですが、動画の下にあるエディットというボタンを押してください。そうすると下のプロンプトなどを記入するところに動画が取り込まれます。2つ選択するモードがあるのですが、1つはインペイントと同じように動画の一部を選択してそこを変えるという方法です。そしてもう1つはアウトペイントですね。動画の一部を広げるという操作ができます。まずアウトペイントから見ていきましょう。エクスパンドキャンバスを選びます。元画像が横長の動画ですが、この後に出来上がる動画が正方形の動画になるという設定にしています。もちろんこのアスペクト比を変えればもっと縦長になったりもっと横長になったりすることができますが、今回は1対1の動画を作っていこうと思います。そしてアウトペイント、インペイントするときには必ずプロンプトの記入が必要ですので、プロンプトを書いていきます。今回は足りないところをちょっと付け足していきます。頭の一部が切れているのでヘッド、そして体が切れているのでボディ。この2つのプロンプトを入れて動画を生成していきます。このマークをクリックすると動画が生成されていきます。こちらが生成された動画になります。かなり自然にアウトペイントされていると思います。特にこの頭の部分、上側の方はかなり綺麗ですね。アウトペイントした部分がわからないぐらい綺麗です。体に関しては少しこのアウトペイントされた部分の模様が変わってしまって違和感があるでしょうか。やはりピカ自体で実写系の画像を生成するときは少し解像度が下がるような印象があります。ただし全体としてはかなり上手にアウトペイントされていると思います。元の動画と並べて比べてみましょう。このアウトペイント機能もかなり使えそうですね。次は同じ動画を使ってモディファイリージョン、インペイントをやっていきたいと思います。モディファイリージョンをクリックします。そうするとこのような四角の白い透明の四角のウィンドウが出てきますので、変えたい場所を囲みます。動画も動いてくれてますので囲みやすいですね。今回は顔を変えていきたいと思います。わかりやすいように顔をパンダに変えてみようと思います。それでは生成。こちらが生成された動画になります。顔がしっくりパンダに変わりましたね。鼻の色がちょっとピンクでおかしい感じがしますし、少し後ろに髪の毛が生えているような感じがしますが、とても可愛いパンダに変わったと思います。首のところも結構自然にちゃんとパンダが鎧を着ているような感じで変換されていますので、とても良い感じですね。ビデオのインペイントがこんなに簡単にできるのはすごいです。パンダ戦士、面白いですね。そうですね。とても面白いですね。ではここからはピカアートとステーブルディフュージョンとアニメイト GIF の画像を比較していきましょう。まずアニメ系の画像から見ていきます。すべてイメージ2ビデオで比較しています。一つ目の元画像がこちらにあります。そしてこれがステーブルビデオディフュージョンで生成した画像になります。
デフォルトの25フレームの 8fps の画像です。動きは良いですが、顔が少しぼやっとしていますね。そしてこちらがピカアートで生成した動画になります。人物の顔の生成はとても良いですね。顔が綺麗ですね。動きはストレングスオブモーションの1を使っているので、あまり大きく動いてはいないですが、全体的に綺麗なアニメーションになっていることがわかります。そしてこちらがアニメイトディフで生成した動画になります。24フレームで 8fps の動画です。画像が大きいのでアップスケールができていませんが、全体の動きとしてはとても綺麗ですね。アップスケールやフェイスディテイラーを適用すれば、顔がもう少し可愛くなりそうですね。このアニメイトディフでステーブルビデオディフュージョンのような動画を作る方法は、コントロールネットをうまく使っているのですが、この使い方の詳しい方法などについてはメンバーの方に限定で伝えていこうかなと思っています。次は二次ジャーニーで生成したこの女の子の画像で比べてみましょう。これがステーブルビデオディフュージョンの動画ですが、女の子はほとんど動かずにズームアウトの画像になりました。そしてこちらがピカアートの動画になります。こちらはズームインになりましたね。女の子は目が少し動いた感じで、周りの雪が綺麗に舞っている感じが出ています。そしてこれがアニメイトジフです。チェックポイントにメイナミックスを使っていますので、女の子の顔や服装にチェックポイントの特徴がかなり出ていますが、全体の動きとしてはとてもいいですね。二次ジャーニーで生成した女の子がとても可愛いので、もう一つだけ女の子のアニメ画像で生成していきたいと思います。こちらの画像で生成していきましょう。これがステーブルビデオディフュージョンで生成した動画になりますが、女の子の表情はやっぱり変わりませんが、周りの髪の毛が綺麗に揺らめいて綺麗なアニメーションができました。そしてこちらがピカアートで生成された動画になります。最後女の子が目を閉じてくれましたね。とても可愛いですね。周りのキラキラが動いていて、全体としてとても素敵なアニメーションになりました。そしてこちらがアニメイトジフで生成したアニメーションになります。今回はチェックポイントにドリームシェーパーを使いましたので、やや実写寄りになりましたが、全体の感じとしてはとても綺麗ですね。花びらがまったりしていますし、プロンプトトラベルを使えば表情も変えれるかもしれません。では次は 3DCG 系の画像を使ってやっていきましょう。まず最初はこのマシンガンを持った女の子で生成してみます。ステーブルビデオディフュージョンになります。8fps なのでちょっと動きがカクカクしていますが、全体のアニメーションとしては綺麗にできていると思います。そしてこちらがピカアートで生成したアニメーションになります。こちらは 24fps なので動きが滑らかですね。全体的なアニメーションの出来としてはステーブルビデオディフュージョンとそんなに変わらないんじゃないかなと思います。そしてこれがアニメイトディフのアニメーションになります。こちらもアップスケールしていないので少し全体としてぼやっとはしていますが、結構いい感じのアニメーションができたのではないでしょうか。今回比較するために初めてこのような使い方をしましたが、全体的にかなり良いですね。アニメイトディフも意外とやりますね。使えますね。そしてもう一つ 3DCG 系を使っていきましょう。ピカアートの使い方のところでも紹介しましたが、このメラメラを持っている女の子を使っていきます。こちらがステーブルビデオディフュージョンの動画になります。かなり綺麗なアニメーションになりましたね。背景も人物も違う方向にローテーションしました。この手に持っているオーブはパチパチと花火みたいですね。線香花火みたいなパチパチです。そうですね。花火みたいなパチパチになっちゃいましたね。もうちょっと力強くメラメラでもよかったのですが。そしてこちらがピカアートの動画です。手に持っているオーブがメラメラと燃えているようなとても綺麗なアニメーションになりました。キャラクターの目も瞬きをしていますね。ピカアートはやっぱりキャラクターの顔を少し変えてくるというのが特徴のようです。こちらがアニメイトジフの動画です。表情はコントロールネットの関係でちょっと固定しているので変わらないですが、手に持っているオーブと周りのキラキラの動きはとても綺麗ですね。全体的な画風はチェックポイントであるドリームシェーパーに引っ張られていますが、全体的にとても綺麗だと思います。
そして最後に実写系をいくつか見ていきましょう。最初はこの蝶々がひらひら舞っているような画像で生成していきます。これがステーブルビデオディフュージョンの動画ですが、今回はちょっと崩れてしまっていますね。蝶々がひらひら舞うのではなくて上から落ちてきているようなアニメーションになってしまいました。8fps のアニメーションですので少し厳しいかもしれませんね。そして次がピカートのアニメーションになりますが、こちらは本当に綺麗ですね。蝶々が綺麗に羽ばたいてくれています。このような速い動き、蝶々の羽が羽ばたくような速い動きの時はこの 24fps というのがかなり生きてきますね。全体的に素敵なアニメーションです。そして最後がアニメイト GIF になります。こちらも予想したよりはかなり綺麗に動いてくれました。ピカートほど綺麗に蝶々が舞っているわけではありませんが、蝶々が動いているのがはっきりわかりますし、全体の画風としても綺麗だと思います。次はこの超イケメンの勇者で生成していきたいと思います。同じ条件で比べるために、ステーブルビデオディフュージョンの方も 24fps の72フレームの動画で比べてみました。ちょっと 24fps にすると動きが壊れますね。72フレームを長くするとステーブルビデオディフュージョンは動きが壊れる傾向があるのですが、今回もちょっと崩れてしまいましたね。そして次にピカートですが、こちらの方はデフォルトの設定ですし、かなり滑らかに動いています。なんだか勇者さんがもぞもぞと喋っているようなちょっと面白いアニメーションになりましたね。すべてストレングスオブモーション1でやっていますので、この数値を変えればまた変わってくるかもしれません。そしてアニメイト GIF ですが、こちらは 12fps にしています。ドリームシェーパーを使っていますが、顔がちょっとやっぱり変わってしまいますね。3DCG 寄りになっていますが、全体のアニメーションとしてはとても綺麗だと思います。よーく見ると手のところが少しうにゅにっと動いているのがいいですね。細かいところを見すぎです。次に使う画像がこちらになります。ステーブルビデオディフュージョンが得意かもしれないメラメラ系の元画像を使っていきます。これがステーブルビデオディフュージョンのアニメーションです。こちらも 24fps にしていますが、ステーブルビデオディフュージョンはデフォルトが 6fps ですので、24fps にするととても速い動きになってしまいますね。こちらが再生速度を半分にした 12fps の動画です。こちらはかなり綺麗に動いていますね。やはりこのメラメラ系のモーションはステーブルビデオディフュージョンはかなり自然に作ってくれることがわかります。そしてこちらがピカートで生成したアニメーションになります。ピカートはやはりキャラクターの顔が動くというのが特徴のようですが、炎に関してはステーブルビデオディフュージョンの方が綺麗にメラメラと動くなと思います。少しピカートの方は動く炎と動かない炎があって、ちょっと不自然な動きになりやすいですね。そしてこちらがアニメイト GIF のアニメーションになります。このアニメイト GIF も炎の表現は非常に綺麗ですね。ドリームシェーパーを使っていて顔は変わりますが、なかなか良いアニメーションができているということがわかりますね。これは以前 X で投稿して、どのアプリケーションで生成したでしょうということでクイズに出しましたが、答えはアニメイト GIF でした。答えてくれた方々、本当にありがとうございました。あと2つだけ、ステーブルビデオディフュージョンが得意だと思われる水の動きと煙の動きの動画を見てみましょう。まず水の方ですが、元画像がこちらになります。ちなみに今日使っている元の画像は、実写系はミッドジャーニー、3D 系もミッドジャーニーの V6 で生成しています。そしてアニメ系は二次ジャーニーで生成しています。こちらがステーブルビデオディフュージョンで生成したアニメーションになります。今回は 12fps のアニメーションですが、とても綺麗に水が動いていますね。動く方向も自然ですし、とても綺麗な水のアニメーションができました。基本的にキャラクターは固定される傾向にありますね。次にピカートのアニメーションになります。水の動きがあまり出ませんでしたね。全体的にズームインするようなアニメーションになりましたが、水の自然な流れはステーブルビデオディフュージョンの方が得意かもしれません。最後はアニメイト GIF で生成したアニメーションになります。これはドリームシェーパーで生成したアニメーションですが、女の人が完全なリアル系というよりは少しリアルアニメ系になりました。先ほどの生成のプロンプトでファイヤーを消し忘れていましたので一部燃えていますが、水の動きは結構いいですね。
ちょっと水の動く方向がおかしかったりするところもありますが、全体的に綺麗だと思います。そしてこちらがリアル系のチェックポイントであるエピックリアリズムで生成したアニメーションになります。こちらの方が女の人はやはりかなり実写系になっています。水の動きは先ほどよりやっぱりちょっとちっちゃくなりますね。アニメイト GIF の方は使うチェックポイントによって動く大きさが変わってくるかもしれません。実写系はどちらかというと動きが小さめで、アニメ系が動きが大きくなるかもしれませんね。ただ全体としてはまず綺麗なアニメーションになったと思います。そしてこれが最後の画像になります。この煙と女性の画像を使っていきましょう。こちらがステーブルビデオディフュージョンのアニメーションですが、煙の動きもかなり自然ですね。やはり最後まで女性の表情が変わるということはなかったのですが、やはり噂通り水の動き、煙の動き、炎の動き、ステーブルビデオディフュージョンが優れているような印象を受けます。そしてピカートです。ピカートの方はどちらかというと人物の表情を変えてくるというのが特徴のようですね。炎に関しては動いているところと全く動いてないところがあって、少し不自然な感じになるでしょうか。そして最後アニメイト GIF のドリームシェイパーの動画になります。煙の動きはかなりいいと思います。動きは少し小さめですが、全体的にとても綺麗なアニメーションになりましたね。顔はやはり少しアニメが入りますが、全体としてとても素敵です。そしてこちらがリアル系のチェックポイントであるエピックリアリズムを使った動画になります。顔はとても綺麗なリアル系の女性になりましたが、煙の方は少し動きが小さくなりましたね。なんか口に白いものを加えているようなちょっと面白いアニメーションになってしまいました。口から魂が抜けちゃってますね。そうですね。ちょっとなんか加えたような感じで面白いアニメーションになりましたね。ただ最後に結構こんな面白いアニメーションになってくれてよかったと思います。さて本日は待機しなくても全員使えるようになったピカートの使い方を解説した後に、ピカートとステーブルビデオディフュージョン、そしてアニメイト GIF で作ったアニメーションをたくさん比較してみました。このようにたくさんアニメーションを作るのは結構時間がかかりますので、今回の画像の比較も参考になったのではないでしょうか。ピカートはウォーターマークをつけているところを見ると、おそらくどこかの時点で有料になるでしょうし、ステーブルビデオディフュージョンやアニメイト GIF はローカル環境で動かすためにはかなり良い GPU が必要だったり、あともし GPU を使っていなければ Google コラボや Paperspace のような GPU が使えるオンラインサービスに登録する必要があります。この動画を参考にしてもともとどのような動画が作れるのかというのを知っておいて、作る目的のアニメーションに応じて使うアプリケーションを変えていくというのが効率的な使い方だと思いますので、この動画を参考にしていろいろと考えてみてください。本日はボイスチェンジャーの RVC を使った動画を作成しました。初めての試みで少し聞きにくかったところもあったと思います。少し私自身も早口になってしまったところがあったと思い反省していきますが、このようにボイスチェンジャーを使うことでなるべく YouTube 動画の編集に割く時間を少なくしてたくさんの情報を皆様に届けたいと思いますので、しばらくこのスタイルでやっていきたいなと考えています。今回使用した声は初めて私がトレーニングした声になりますので、またこちらの方もトレーニングを練習してより良い声でお届けできたらなと思っています。それでは今日のところはこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。